ちらの糸、なんと1かせ660円です。ケイト雑貨ストアーズさんで購入しました。綿 50%、麻 50% です。230g で922メートルあります。袋から出してみました。こちらの糸、触り心地は麻が入っている分ちょっとシャリッとしたようなさらっとした触り心地です。チクチク感とかは特に感じないですね。品名はキナーリ糸となっています。表記の通り素材そのものの色味の糸になります。糸巻き機、カセクリ機をお持ちの方はね、それでやっていただければいいと思うんですけれども、お手持ちでない方は手で巻くこともできます。以前に巻き方を動画にしたことがありますので、よろしければそちらをご覧ください。玉に巻いて編む前の準備ができました。かぎ針は3号を使います。カーディガンの概要を説明していきます。まず後ろ身ごろを肩から裾に向かって編みます。次に前身ごろ、肩から裾に向かって編んでいきます。この部分は目を減らしてカーブにしています。次は袖を編んでいきます。ここまで編んだら、編んだものを肩のところで折って、この位置ですね。この位置、ここを閉じていきます。そして一番最後に縁編みをして終わります。ではまず後ろ身ごろから編んでいきます。鎖編み121目編んで目を作りますね。これは4の倍数プラス1の目数になっています。そして43段模様編みを編んでいきます。こちらが模様編みの編み図になります。見本は3模様分で編んでいきますね。まずは鎖編みで目を作ります。では鎖編み3目で立ち上がります。裏山を拾っていきますね。1、2、3、4つ目の裏山です。ここに長編みを1目編みます。次は鎖編み1目ですね。1、2、3飛ばして4つ目に長編み、鎖、同じところに長編みです。次は鎖ですね。1、2、3、4つ目です。4つ目に長編み、鎖、長編みです。鎖1目ですね。1、2、3、4つ目、最後の目ですね。ここに長編みを2目編みます。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。根元に長編みを1目編みます。次は鎖2目です。鎖を側にすくって細編みをします。次は鎖2目です。長編みと長編みの間、V の間の鎖です。ここを側にすくって長編み、鎖、同じところに長編みです。次は鎖編み2目です。鎖を側に細編みをします。鎖2目です。長編み V になっている間の鎖ですね。ここに長編み、鎖、長編みです。鎖編み2目、
鎖を側に細編みをして編み終わりのところになります。鎖2目編んで、最後は立ち上がりの鎖3目のところですね。ここに長編みを2目編み入れます。鎖3目で立ち上がります。向きを変えます。根元に長編みを1目編みます。鎖1です。次はこの長編みと長編みの間の鎖を側にすくって長編み鎖長編みです。鎖1目、長編みと長編みの間の鎖ですね。側にすくって長編み鎖長編み鎖、最後ですね。最後は立ち上がりの鎖3目のところに長編みを2目編み入れます。ではこの後は2段目3段目を繰り返し編んで43段まで編み進めていきます。こちらが後ろ身ごろを編んだものになります。目数としては121目で43段編みました。では次は後ろ身ごろの肩のところに糸をつけて前身ごろを編んでいきます。こちらが編み始めの鎖編みを編んだところです。こちらが肩の側になります。ここに端から41目のところにマーカーをつけます。こちら側に糸をつけて同じ模様を編んでいきます。一番端のところです。ここに糸をつけます。鎖編み3目で立ち上がります。同じところに長編みをします。鎖1目です。鎖を3目飛ばして4つ目ですね。ここに長編み2目入っていますので同じところになります。ここに長編み鎖長編みと編みます。鎖1ですね。また鎖3目飛ばして4つ目のところ、ここに長編み鎖長編みと編みます。ではこれでマーカーのところまで編んでいきます。マーカーのところまで来ました。ではここは長編みを2目編み入れます。1段目41目のところまでですね。模様でいうと10模様分編んできました。ではこの後はこの編み図の通りですね。先ほどまで編んできた模様と同じ模様編みです。偶数段奇数段を繰り返して34段まで増減なしで編み進めます。肩のところから34段編んだところになります。では35段目からこちら側で目を減らしてカーブを作っていきます。まずは35段目を奇数段の編み方でここまで編んでいきます。35段目奇数段の編み方で端まで編んできました。編み終わりのところですね。最後は立ち上がり鎖3目のところに長編みを1目だけ編み入れます。36段目は鎖3目で立ち上がって、
長編み、鎖、長編み、鎖編み2目、細編み。この後は偶数段の編み方で端まで編んでいきます。鎖編み3目ですね。向きを変えます。長編みと長編みの間のところに長編み、鎖、長編み、鎖編み2目編んで、鎖を側に細編みですね。鎖1、2。この後は偶数段の編み方で端まで編んでいきます。次は37段目ですね。奇数段の編み方で端まで編んで、最後は、長編みと長編みの間に長編みを編んで、そして長々編みを立ち上がりの鎖3目のところに編みます。37段目、端まで編んできました。編み終わりのところですね。まず長編みと長編みの間、側にすくって長編みです。最後は長々編みを立ち上がりの鎖3目のところですね。ここに長々編みを編みます。38段目は鎖4目で立ち上がってから長編み、鎖、長編みと編んで、あとは偶数段の編み方で端まで編んでいきます。鎖編み4目です。向きを変えます。長編みと長編みの間に長編み、鎖、長編みですね。鎖1、2と編んで細編みです。では残りは偶数段の編み方で編んでしまいます。次39段目は奇数段の編み方で編んで、一番最後は長編みと長々編みですね。37段目と同じやり方です。次は40段目です。鎖4目で立ち上がって、あとは偶数段の編み方ですね。38段目と同じやり方になります。次は41段目です。奇数段の編み方で編んで、最後は、39段のところと同じやり方になります。次は42段目です。まず鎖3目で立ち上がって、ここの部位は中長編みで部位を作ります。そして鎖1目編んで細編みと編んでから、あとは偶数段の編み方で最後まで編んでしまいます。鎖3目で立ち上がって向きを変えますね。ここに中長編み、鎖、中長編み、中長編みの部位を作ります。次は鎖1目編んで細編みをします。ここからあとは通常の偶数段の編み方ですね。端まで編んでしまいます。43段目、最後になります。奇数段の編み方でここまで編んできて、中長編みで部位を作ります。もう一つ中長編みで部位を作ります。鎖編み2目編んで、下の段の中長編みに引き抜いて終わります。ここまで奇数段の編み方で編んできました。では次からですね。次は中長編みで部位を作ります。鎖1目編んでもう一度中長編みですね。鎖1目、もう一つ中長編みで部位を作ります。中長編み、鎖、中長編みと編みました。次は鎖2目編んで、次は下の段の中長編みですね。この目になりますね。
ここに引き抜いて終わります。これで半分ですね、前身ごろ半分編めました。では今度こちら側ですね、マーカーの位置から糸をつけて34段まで増減なしで編み進めます。こちらも34段編んだところになります。ではここから目を減らしながらカーブにしていきます。35段目からですね、まず鎖編み3目で立ち上がって鎖1目、ここからは奇数段の編み方で端まで編みます。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。そしてもう一つ鎖ですね。次からは奇数段の編み方で編んでいきます。次は36段目です。ここは偶数段の編み方で編んで、最後ですね、長編みを編んだらもう一度長編みを下の段の立ち上がり3目のところに編み入れます。36段目の編み終わりのところです。鎖2目、長編み鎖長編みと編んだところです。では最後は長編みを下の段の鎖3目立ち上がったところですね、ここに長編みを編みます。37段目です。鎖編み4目で立ち上がって長編みを編みます。その後は奇数段の編み方で最後まで編みます。鎖編み4目です。向きを変えます。長編みと長編みの間に長編みを1目編みます。鎖1、この後は奇数段の編み方で最後まで編んでしまいます。次は38段目ですね。偶数段の編み方で編んで、一番最後は長編みを編んだら長々編みを立ち上がった鎖4目4つ目のところに編み入れます。38段目の編み終わりのところです。長編みまで編んであります。最後は長々編みを立ち上がりの鎖4目のところですね、ここに編み入れます。39段目になります。鎖編み4目で立ち上がって長編みを編みます。ここは37段目と同じやり方ですね。で、あとは奇数段の編み方で最後まで編みます。40段目ですね。偶数段の編み方で編んで、最後は長々編みを下の段の立ち上がり鎖4目のところに編み入れています。38段目と同じ編み方ですね。41段目です。鎖4目で立ち上がって長編みを編みます。その後は奇数段の編み方です。39段目と同じやり方です。では42段目をやっていきます。まずは偶数段の編み方でここまで編んだら、次は鎖1、中長編み鎖中長編み、ここは中長編みで V を作ります。そして、最後長編みを下の段の鎖4目のところですね、ここに編み入れます。42段目、ここまで編んできました。下の段に V が1つ残っていますね。では今度ここに中長編みで V を作っていきます。鎖1目です。中長編み鎖中長編み、ここで中長編みの V ができました。最後は長編み、これを下の立ち上がりの鎖4つ目ですね、ここに長編みを編みます。
次は43段目、最後の段になります。今長編みで編み終わっていますね。鎖1目で立ち上がって向きを変えてから引き抜き編みで中長編みのところまで移動します。でここから鎖2目中長編みで V を作りますね。鎖1目、ここも中長編みで V を作ります。この後は長編みで V を作って奇数段の編み方ですね。最後まで編んでしまいます。鎖1目で立ち上がって向きを変えますね。根元から引き抜き編みを4目していきます。中長編みのところまで引き抜き編みしてあります。では鎖1、2と編んで、今度はここに中長編みで V を作りますね。中長編み、鎖、中長編みです。鎖1目です。次の長編みと長編みの V のところですね。ここに中長編み、鎖、中長編み、鎖1目、次は長編み、鎖、長編みです。この後は長編みで V を作って最後まで編んでしまいます。これで後ろ身ごろと前身ごろが編めました。次は身ごろに袖をつけていきます。まずは109目身ごろから拾います。まずここが中心ですね。中心から段数でいうと22段、こちらも段数で22段のところにマーカーをつけます。長さがそうですね、44センチぐらいになっていますね。ではマーカーをつけたすぐ隣の目、ここに糸をつけます。鎖1目で立ち上がってこの目に細編みをします。この2段分ですね、2段分を5目で拾っていきたいと思います。今1目拾いましたので、これで2つ目ですね。3、4、5、2段分を5目で拾いました。もう一度やってみますね。1、2、3、4、5。ではこの要領で一旦真ん中まで編んでいきます。マーカーから中心のこの位置までで細編みを55目拾いました。では今度こちら側やってみますね。まずここ1目拾って2、3、4、5。ではこちら側も2段分で5目で拾っていきます。こちら側の最後はマーカーの手前まで4目で拾います。1、2、3、4。こちら側のマーカーの手前から中心までで55目拾いました。そして今度中心からマーカーの手前までで54目を拾って合計で109目を拾いました。では袖をですね、この模様編みです。
27模様分になると思います。109目27模様分ですね。これを21段編んでいきます。袖の部分21段編めました。約20センチですね。ではこちら側、反対側の袖も同じやり方で編んでいきます。両袖編めました。それでは今度ね、この部分ですね、脇の部分を閉じていきます。では編み地を中表に合わせますが、これは肩のところの編み始めですね。1段目が表を向いている方が表とします。ですのでこれを中表にこちら側に合わせます。今回は鎖閉じっていうやり方で閉じていきたいと思います。まず編み地の角のところです。裾側ですね。針を入れます。ここに糸をつけます。そうしたらこれ1段分で鎖編み3目引き抜き、鎖編み3目引き抜きというふうにしていきますね。まず鎖編み3目です。1段分ですね。ここに針を刺して、こちら側も1段分ですからここですね。ここに針を刺して引き抜き編みです。鎖編み3目1段分のところですね。ここに針を刺して、こちらもここに針を刺して引き抜きます。鎖編み3目1段分ですね。ここに針を刺して、裏側も同じく1段分のところに針を刺して引き抜き編み、このように編み進めていきます。鎖閉じで脇の部分閉じました。表から見るとこんな風になりますね。両方鎖閉じで閉じました。では最後縁編みをしていきます。こちらが縁編みの編み図になります。すべてこの模様で編んでいきます。まずは長編みで目を拾っていきます。ではまず袖からやっていきます。ここは閉じたところですね。ここに真ん中に糸をつけます。鎖編み3目で立ち上がりますね。1模様で4目で拾っていきますので、この閉じたところも1模様とカウントして、まずは半分から1、2ですね。2目です。戻ってきて2目編んで4目にしますね。次です。鎖を側に長編み1目、長編みに長編み、鎖を側に長編み1目、長編みに長編みです。これで1模様分4目ですね。もう一度やってみます。鎖を側に長編み、長編みに長編み、鎖を側に長編み、長編みに長編み、これで1模様になります。では残りも同じように編んでしまいます。1周編んできました。ここ編み始めのところですね。最初に2目編んでいますので残り2目です。鎖を側に長編み、この目ですね、この目に長編みをして、立ち上がりの鎖3目に引き抜きます。これで27模様分4目で拾いましたので、108目長編みを編んだことになります。では次の段ですね。長編み鎖3目、同じところに長編みを編みます。2目飛ばして長編み鎖3目、同じところに長編み、これを繰り返し編んでいく形になります。
まず鎖3目で立ち上がります。その後鎖3目です。根元に長編みを1目編みます。次は1、2、2目飛ばして3つ目に長編みです。鎖編み3目編んで同じところに長編みです。もう一度やってみます。1、2、2つ飛ばして3つ目に長編み、鎖編み3目、同じところに長編みです。ではこれを繰り返し編み進めます。1周編んできました。では最初の立ち上がりの鎖3目のところに引き抜きます。次は長編みを7目扇形に編んでいきます。ではまずこちらの鎖のところに引き抜きで移動します。ではここから鎖編み3目で立ち上がり、鎖を側に長編みを6目編みます。立ち上がりの鎖3目と合わせて7目入りました。では次の鎖を側に細編みです。次の鎖を側に長編みを7目編みます。次の鎖を側に細編みです。これを繰り返し編んでいきます。1周編んできました。最後はここ細編みをして最初の立ち上がりの鎖3目のところですね。ここに引き抜きます。はい、これで縁編みができました。袖の縁編み、こんな形になります。反対側の袖も同じようにやっておきます。では次は襟のところ、前立て、裾、ぐるっと1周、こちらの縁編みで編んでいきます。まずは長編みで目を拾っていきます。まずはこの襟の中心のところから始めたいと思います。糸をつけて鎖編み3目ですね。次鎖3目のところは長編みを3目編みます。はい、これで一模様で長編み4目分になりますね。もう一度やってみます。長編み、ここは底にすくって長編みを3目、一模様に対して長編み4目で編んでいきます。ちょうどこの肩の部分ですね、ここまで編んでいきます。5模様分で長編み20目編みました。次から前立ての直線部分ですね、カーブの手前まで、34段あると思います。これを2段で5目で拾っていきます。ではこの2段ですね、ここで5目拾っていきます。2段分で5目拾いました。次の2段も同じく5目拾っていきます。
はい、5目拾いました。というような形で、これをですね、17回ですね、34段ありますので、5目で拾うを17回行います。ここからここまで34段分を85目で拾いました。で、カーブのところ編み図を書いてみました。今ここまで編んだところですね。次は2段で6目です。2段で6目、2段で6目を4回行います。カーブのところですね。2段で6目を4回、24目で拾いました。ここまで編んできました。次は下の段が中長編み、鎖、中長編み V になっているところです。ここは一模様で4目で拾っていきます。1、2、3、4ですね。次も一模様で4目、一模様で4目の形で拾っていきます。まず下の段の中長編みに長編み、鎖を側に長編み、中長編みに長編みです。鎖2目を側に長編み、これで4目ですね。次もここ鎖2目のところでしたので、もう一つ長編みを編んで、中長編みに長編み、鎖を側に長編み、中長編みに長編み、これで4目です。次も鎖を側に長編み、中長編みに長編み、鎖を側に長編み、中長編みに長編みです。次から下の段は長編みになってきます。鎖を側に長編み、長編みに長編み、鎖を側に長編み、長編みに長編み、これで一模様で4目です。ではこれを繰り返し編んでいきます。ここのところはまた後で説明します。ここは閉じたところですね。ここは一模様で5目で拾っていきます。まず鎖を側にすくって長編み、長編みに長編みですね。真ん中に長編みを2目編みます。そして最後の長編みに長編みです。ここは長編みを5目で拾います。次からは一模様で長編み4目ですね。拾っていきます。こちら側の閉じたところも同じように長編み5目で拾って、こちら側のカーブの手前まで編んでいきます。裾の部分編んできて、ここが閉じたところですね。この次から1、2、3模様編んだところになります。編み図で言うと、1、2、3模様、ここまで編んだところですね。ではここ中長編みのところを4目で拾うやり方やってみます。まず鎖を側に長編みですね。中長編みの目に長編み、鎖を側に長編み、中長編みの目に長編みです。そしてもう一度鎖を側に長編み、中長編みの目に長編み、鎖を側に長編み、中長編みの目に長編み、次は鎖2目のところになりますね。まず長編みを2目編んで、中長編みの目に長編み、間の鎖ですね、ここに長編みをします。これで中長編みの部分
4目で3回拾いました。次はカーブのところですね。2段で6目、2段で6目を4回拾います。カーブのところですね。2段を6目で拾うを4回行いました。この後は2段を5目で拾うを17回行います。2段を5目で17回拾いました。では最後のところですね。首のところになります。ここは、一模様4目を5回行います。まずここから1、鎖3目を側にすくって長編みを3目ですね。これで一模様です。もう一度、長編みが入っているところですね。長編み1、鎖編み3目側にすくって長編みを3目編みます。残りも同じように編んで、最初の立ち上がり鎖3目に引き抜いて終わります。これで1周長編みで拾うことができました。全部で432目あるはずです。この後は2段目3段目を編んでいきます。やり方は袖で編んだ時と全く同じになります。では残りを全部編んでしまいます。縁編みもすべて終えました。これで完成となります。一かせ 230g の糸で編みましたけれども、残りは 15g ぐらい残りました。ちょうど一かせで編める感じになっています。